今回は RX78-2 ガンダムを紹介します。RX78-2 ガンダムは試作機にもかかわらず、いきなり実戦に投入された。約3ヶ月で200機以上のモビルスーツ、15隻以上の艦船、5機以上のモビルアーマーを撃破するという驚くべき戦果を挙げた機体である。戦場では、ジオン兵士から連邦の白いやつ、連邦の白い悪魔などと呼ばれ恐れられた。ガンダムが開発された経緯を説明します。宇宙世紀0079、1月、地球連邦軍は、独立戦争を仕掛けてきたジオン軍に惨敗した。敗因は、電子戦が無効となるミノフスキー粒子散布下で、ジオン軍の新兵器、モビルスーツが、絶大な戦闘力を発揮したためである。慌てた地球連邦軍は、モビルスーツ開発計画 RX 計画を開始。V 作戦で、試作モビルスーツとその運用艦のテストが行われた。開発当初、連邦軍は固定火器を装備した RX75 ガンタンクや RX77 ガンキャノンを開発するが、想定した戦闘力は発揮しなかった。そこで、連邦軍は大口径固定火器を廃止、ビーム兵器等の超装備を採用した白兵専用モビルスーツを開発することとなる。そして、宇宙世紀0079、7月、白兵専用モビルスーツ RX78 ガンダムがロールアウトするのである。登場作品は、1979年放送の機動戦士ガンダム。1981年3月公開の映画、機動戦士ガンダム。1981年7月公開の映画、機動戦士ガンダム2愛戦士編。1982年3月公開の映画、機動戦士ガンダム3巡り愛空編です。RX78-2 ガンダムの機体性能、スペックです。ガンダムマーク2との性能比較です。ジオングとの性能比較です。サザビーとの性能比較です。サイコガンダムマーク2との性能比較です。クイーンマンサとの性能比較です。ノイエジールとの性能比較です。頭部にスーズ社製無段開放アンテナ、
教育型コンピュータやセンサーを支援するコプロセッサーフレームを搭載している。脚部の最大作業重量は306トンで、NC3M 型サブジェネレーターを搭載し、時速130キロの歩行が可能。ルナチタニウム製の装甲は軽量だが、防御力が極めて高く、120ミリのザクマシンガンのゼロ距離射撃にも耐える。ランドセルには、LE703 ロケット2機、サブジェネレーターの NC5 型2機を内装する。ビームサーベルを2機マウントするほか、ガンダムシールドも献花可能。メインカメラは頭頂部にあり、センサー系は光統合回路でリンクしていて、ミノフスキー粒子散布下でも作動する。デュアルカメラは人間の目の位置にあり、主に射撃用に使われる。頭部にはセンサー系やコプロセッサーが集中している。ここを破壊されても補助カメラがあるため、行動に大きな支障は出ない。頭部バルカン砲。近接防御用として搭載されたトトカニンガム社の60ミリバルカン砲は唯一の内装火器で RX78-2 で最初に使用された。頭部に2門搭載するバルカン砲は対モビルスーツ用としては火力が低く、そうした運用は想定外だった。しかし、アムロレイはこの兵装で何機かのモビルスーツを撃破している。ビームライフル。エネルギーキャップの実用化で完成した最初期のビームライフルである。RX78-2 は初めてビームライフルを実戦で使用したモビルスーツとして知られている。ビームライフルの照準はスコープをメインカメラと連動させるシステムになっており、より正確な射撃が可能になった。出力は 1.9MW、1チャージあたり16発発射可能で、戦艦並みのビーム砲と呼ばれるほど強力で、ビームライフルの実用化に遅れたジオン軍を恐怖させた。RX78-2 の射撃専用主兵装はビームライフルであり、この革新的な携行兵器で、ガンダムは無類の戦闘力を発揮したのである。ビームサーベル。縮体寸前の高エネルギーなミノフスキー粒子をアイフィールドで収束させ、ビーム状の頭身を形成した格闘兵装。出力は 0.38MW で、厚さ30センチのチタニウム鋼を1秒以内で切断する。ジオン軍のヒート系武器よりも、はるかに威力が高く、鉄器の細かい部位を狙って攻撃できる利点があった。そのため、RX78-2 は、他を寄せ付けない格闘性能を手に入れることとなった。ガンダムに初めて実用化されたビームサーベルは、その性能の高さから、後のモビルスーツでも広く使われるようになった。ガンダムシールド。使い捨ての複合装甲として開発された盾で、衝撃の吸収と拡散を目的に設計された。覗き穴も装備されている。近接戦だけでなく、砲撃の直撃からもガンダムを守ることができる。機体本体にマウントするのではなく、マニピュレーターで保持する形式が取られ、防御方向を変更できる点も優れている。マゼラトップの 175mm 砲の直撃に耐えるなど、実戦で機体の保護に大きく貢献した。その有効性から、後の連邦軍のモビルスーツにも、同型のシールドが採用された。ハイパーバズーカー。口径 380mm の無反動砲ロケットランチャーで総弾数は4発。大型だが、反動が小さく使いやすく、ビームライフルより確実なダメージが与えられた。ビームが拡散、減衰しやすい大気圏内で特に有効で、RGM79 ジムも使用した。弾道を安定させるため、長い砲身が必要で、総弾数が少なく、ビームライフルに比べ取り回しが悪いという欠点があった。アバオア空攻略戦で、ガンダムは2丁のハイパーバズーカを携行して出撃している。
主兵装足りえなかったため、予備兵装的な役割が強かったが、ハイパーバズーカは、コストや信頼性の面で優秀な火器であった。ガンダムハンマー。MS 開発の過渡期に作られた、鎖の先の鉄球で敵を破壊する兵装である。対モビルスーツ戦では期待した効果は得られなかった。そのため、ガンダムハンマーは、後にバーニアを装備したハイパーハンマーに改良された。直撃すれば、一撃でザクを破壊する威力があるが、宇宙空間で使用した際の危険性や取り回しの悪さで、あまり使用されなかった。ビームジャベリン。ビームサーベルのオプション機能を用いることで、ビームジャベリンが使用可能になる。穂先状に粒子ビームを形成し、モビルスーツ本体から離れても、電力供給なしに長時間の稼働が可能であった。その特性を活かして、投げ槍のように使ったり、対艦専用に用いられた。しかし、白兵専用としては、汎用性に欠けるため、使用例は少ない。耐熱フィルム、フィールド。下腹部に収納されているビニール状の耐熱フィルムで機体を包み、ガンダム自体の冷却能力を併用し、摩擦熱を防ぐことで、大気圏突入を成功させた。一年戦争当時、モビルスーツに大気圏突入能力を持たせることは不可能とされていたが、その定説を覆した。コアブロックシステム。コアファイターは、コアチェンジが完了すると、コアブロック形態となる。コアブロックの空中乾燥は危険性が高く、ドッキング失敗や墜落、撃墜の可能性がつきまとうため、例外的な運用で使われた。コアブロックは RX シリーズの統一規格であり、操縦系の互換性があるため、パイロットの臨機応変な起用と生還率の向上を生み出した。アバオア空攻略戦で、アムロは大破したガンダムのコアブロックをコアファイター形態に変更し、爆発寸前で脱出することができた。彼がニュータイプであり、最後まで諦めなかったことが生還率を上げた要因と考えられる。ホワイトベースのモビルスーツデッキの天井には、コアブロックを運搬するためのアームがあり、ベッドに固定されたモビルスーツにドッキングさせることができる。コアブロックシステムには、様々なメリットがあるが、モビルスーツの脆弱化や構造の複雑化、コスト高を招くため、ジムなどの主力機には採用されなかった。ガンダムタイプの系統図です。RX78-1、プロトタイプガンダムに端を発し、RX78-2、ガンダムの突出した成果により、その後の開発が加速された。RX78 に倣って開発された RGM79 は、ガンダムタイプに並び、主力モビルスーツの立場から連邦軍を支えることとなった。ガンダムのパイロットは、アムロ・レイ。こう近づけば四方からの攻撃は無理だな、シャ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。サイドセブンに住む15歳のアムロは、内向的な性格で、機械いじりが好きな普通の少年だった。ジオン軍のサイドセブンの襲撃に巻き込まれ、偶然の出来事から、連邦軍の最高機密、ガンダムに乗り、戦いに身を投じることとなる。様々な出会いや、挫折と悲しみを知り、人として大きく成長する。そして、ニュータイプに覚醒し、伝説のパイロットとなるのであった。アムロ・レイの人物相関図です。
ホワイトベースの仲間たちと共にジオン軍と戦います。エースパイロット、赤い彗星のシャアとの数回にわたる戦いは熾烈を極め、アムロの戦闘力の急激な開花を促します。そして、ジオン軍のニュータイプ、ララー・スンの登場により、物語は新たな展開を迎えることとなる。生粋の職業軍人であり、青い巨星の異名を持つランバラルとの戦いです。戦闘力だけでなく人間性にも優れており、アムロレイに人間的成長のきっかけを与えた。ザクとは違うのだよ。ザクとは、ガイア、マッシュ、オルテガのドム3台によるジェットストリームアタックは強力だが、初見殺しで、2度目はアムロに破られた。もう一度ジェットストリームアタックだ。俺を踏み台にした。完成されたニュータイプ、アムロと、覚醒しつつあるシャアとの最後の戦いです。ニュータイプ専用モビルスーツ、ジオングのオールレンジ攻撃は凄まじく、80% の完成度とは信じられません。ララー、私を導いてくれ。RX78-2 ガンダムの動画はこれで終了です。この動画が気に入った方、応援してくれる方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。